はい、始まりました。これは何が始まっちゃったんですかね。今回は種族王ですなるほど。種族王に出るために僕が考えてきたデッキの紹介になります。なるほど。はい、これは例のごとくベスト8に当然のように残ると。ベスト8を目指してはい考えてきたんですが、はい。なんと0回戦で敗退しましたおかしいですね。これは確かえこの収録してる日はまだ開催されてないですよね。開催されてませんが、敗退しましたなんで結果が分かってるんやろうな。なんとか人数増やしてもらえませんかねなんかキャンセル待ちが出たら追加で参加者募るって書いてあったんですけど、はいはいはい、無理です多分無理ですなるほどね。もう埋まったというツイートを見たのが友人から連絡が来て、埋まったらしいですよもうっていうのを見てからなんで、もう間に合わないですもん、どう考えても私も聞いたんですけど、募集開始した40分で埋まったって聞いたんですけど、はい、そうみたいですね、はい、いつ開始するかもわからないし40分張ってられないですそんな大人気イベント、はい、大人気イベント種族を出たいです。この100人ぐらいのキャパでやっていただけないかなお願いします、なんとかならないですか。でまあ今日はその種族王に出たかった統率者を紹介させていただきます。手の内を明かしていきます。なるほど。はい。俺なら手の内を明かしても大丈夫だと。大丈夫ではないんですけど大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。まあ大体逃走者見たら分かるっていう。逃走者見たら分かります。はい。で紹介させていただきますと、はい、今日は芸人ベイロスバリテルになります。こいつどっかで見た方があるなフィル・クラークの動画にちょろっとだけ出たことがあるんですけども、はい、こいつの相方が、なんと巨人育ちというなるほどカードになってまして、重々ですね。能力まず先に説明させていただきましょうか。はい、はい、まずこいつはベイロスバリテルは5マナの25の赤の背景も選択持ちクリーチャーで、はいはい、対戦相手がコントロールしていて、こいつのパワーよりも小さいパワーを持つ全てのクリーチャーは思想される、はい、つまりこいつは25ですんで、1以下のクリーチャーが場に出た時に思想されます、はい、でこいつが思想されていて、攻撃やブロックしているクリーチャーが1体死亡するたびホモストークンが1個出ます、これちょっとインコーシーがついてましたすぐ忘れちゃうっていう自分でも確かにあれ、そういえばホモス出てましたっけみたいになるんですけど、でこいつが相方が、巨人育ちということで、従順になります、はい、つまり19以下のクリーチャーが全部思想されるという、ほぼされる、ほぼされますね、はい、されないのはエルドラジタイタンとかぐらいですかみたいな。たまにされないパターン出てきては困るんですけどねはい、こいつよりも高いパワーが出てくるゲームは、負けですほぼなるほど、はい、対処できないと。対処できないんででこいつやっていきたいなって思うんですが、はい、ちなみにこいつ、はい、種族は種族エルフになります、はいはい、赤だけどエルフだと。赤でエルフだったんで緑足すしかないじゃんということになりまして、はい、巨人育ちになったんですが、はい、これ実は、友人の友人がこの組み合わせやってたんですよで一応パクリになるからいいなと思ってたんですけど、遠慮してやんなかったんですよただ種族を出るためにパクらさせていただきましたなんか種族指定があるそのクリーチャーをたくさん入れても雑音にならないのはこいつしかいなかったと。いやそうではなくて、思想で種族を出るためにはこいつしかいなかったんです、ね、いろいろ試したんですが、はい、なんでこいつになります今日は。なるほど、はい、エルフの紹介させていただきたいんですが、はい、特に紹介するエルフはいません分かりやすくニラのエルみたいなそうですそうですそうです普通のエルフをいっぱい入れてください。エルフをとにかく入れるんですが、マナクリです、はい、例えばチタニアのソウルとか、夢の円環のドルイドみたいなエルフ、マーヴィンだったり、セルバラ。セルバラはゲロ強い。やばいです、セルバラ。セルバラは強いよ。はい。これ、一応セルバラ能力説明させていただきますと、はい、3万の23の伝説のエルフでして、これでないクリーチャー1体が戦場に出るたび、そのパワーがそれでない
各クリーチャーのパワーよりも大きいなら場に出てるクリーチャーの中で一番パワーが大きかったら、ワンドローできますっていう、他の対戦相手も同じことができます。で1マナタップで好きな色を X 点出せるんですが、X はパワー、あなたがコントロールしているパワーの最大値、つまり10万出ます、こいつだったら望む色の組み合わせで出ますからね。なるほど。10点、10点とも望む色で出せるんですか。それすごいな、それ知らなかった。このデッキだとめちゃくちゃ強いんですが、とにかくマナクリをとにかく大量に詰めてマナをとにかく増やします、でマナクリ並べていきます、エルフですね、つまり。エルフです、その金でロードとか入れたらいいんじゃないかなと思って、一応エルフのチャンピオンっていう、3マナ22でエルフクリーチャー修正かかって森渡りを持つとか入れてみたり、ここは森渡りを持つが重要なんですか、それともプラス1プラス1修正の方が重要なんですか。どっちもよくてエルフだっていうことが重要で、あんまり考えてなかったな。結構マナクリ以外はそんなに役に立たないんですよね。多分11修正っていう方が重要ですね、どっちかっていうと。だとしたらエルフの大ドルイドの方が良くないですか。それも入ってます、もちろん。もちろん入ってます。もちろん入ってます。はい、エルフの大ドルイド、あれですよね、エルフ分マナが出るやつですよね、11のロードで、それも入ってます。で、あと、例えばそのパンプする話で言いますと、ジョラーガの戦曜日っていうカードがあるんですけど、ありますね。1マナ11で多重キッカー2コス、つまり2コスを何回でも払ってよくて、それをキッカーされた数分の11カウンターが乗った状態でこいつが出てきて、その11カウンターの数分エルフクリーチャーがそのロード能力を得るという形になります、だから3-4とかで打って、4-4パンプとか3-4-3パップとかされればいいんじゃないかなという感じに最終的には殴っていくんですが、殴って勝てればいいなというおまけです、これは。で本命は本命その前にエルフの紹介がまだある。本命と言いますか、本命と言いますか、エルフを連打していく都合で連打していく都合、エルフのサーチで、クリーチャー緑にサーチできるじゃないですか、これ何サーチすんねんと、意外とないです。なるほど。獣にささやくものが一番になりますエルフいらないんでだからいつもならサーチしてくるようなでかいクリーチャーはシステムクリーチャー入れれないから、皇帝のビシモスとか入れられないんで、入れられないし、アウフとかそういうのも入れられないし、じゃあクリーチャーサーチに何サーチするの、エルフで強いのって言ったら、まさかの獣にささやくもの弱いな。もはやサーチもいらないまであるんじゃないの。サーチも今抜こうか迷ってます正直ですよね。いらないなと思いながら、でどんな風に戦うのかっていう話をまずしましょうか。そうしますと、一応ベイルスバリテルなんですけども、まずマナクリ今出した話をしたじゃないですか、まず先に巨人育ちを出します、なるべくベイルスバリテルは後から出したいです、で後に出して場に出ているクリーチャーを思想します、で殴ってもらう、だから先に出してもジョクられる可能性が上がるだけなんで、そうね。でこいつが殴っていく必要ってそんなにないんで、ほぼないね。ほぼ投としたダメージでまず勝とうとしちゃダメです、なんでなるべく点数を削るだけの10点、空いてるんですいませんみたいな、で散らしていく感じで、殴ってって思想してって相手のところ、ならこれは思想デッキだ。思想デッキなんでこれ、1対1に持ち込んではいけない、いけないです、いけないです。その感じで言いますと、あとはドロスの話しましょうか。じゃあドロスの話で言いますと、パワー3章のドローが圧倒的に分かりやすい10枚ドローできるっていう、分かりやすいリシュカーの攻撃とか、野生語りの期間とか、ではですね、でパワードローでリシュカーの攻撃やばいですよ。これはちなみに横にはそんなには並ばないんですか。横そんなに並ばない、3、4体本当に意外とエルフデッキっぽいけど、そんなには並ばないと。並ばない。なんで並ばないんで、ですが一応フィニッシュカードの代わりになるかわからないんですが、フィニッシュカードの話させていただいてよろしいですか。圧倒する暴走。なるほど。重々修正だ。これ重々修正でトランプルパワーの最大値を修正して横も修正するという、これティムさんが以前なんかで紹介されてた、マイファイバーリットカードこいつだとやばいです、一応 3,4 体でも重々修正なんで、さすがに死ぬと一応決まること決まりますよね。そうですね。でもう1枚、あと
地震横揺れの地震、はいはいはい、これこっちにこれしそうなんで、はい、しそうなんで殴ってくる可能性が結構低いんで、ライフは実は高いです、でまだいっぱい出てます、これ壊滅するじゃんとさするけど、モルファの剣どうせ相手も一緒に死ぬから関係ねえと、関係ねえです。これは実はスイープじゃなくてそれじゃないです本体火力として運用されています。そうです、本体火力として地震横揺れの地震を打ちます。はい、でその中でも、この一番強いカードがあるんですが、溶鉄の災難というカードがありまして、なるほどね。これ地震横揺れの地震カードの中で一番今の話で言うと噛み合わせがいいのはこれ刹那を持ってるという打ち消せない、打ち消せませんフルでマナ使って打ち消せないなかったら勝ちです。はい、これ勝ちですこれが最強のカードになります、このデッキで。確かに、はい、まあパワード系ドローで引いていけばなんとかなると思いますので、あと紹介し忘れました、面白カードを何枚か紹介させていただきたいんですけど、まず僕がいいなと思ったのがハゼソンで、だからインスピレーションを得まして、メルトダウン。なるほど。はい、これハゼソンで使ってたけど最高だと思って1マナ X で、X コスト以下のアーティファクトを全て破壊する、これマナクリばっかり出してるんで、アーティファクトいらないじゃんということで、アウフ使えないんで、メルトダウンしました。なるほど、はい、これはいいですね。はい、であともう一個、これなんで入ってんだろうっていうエルフを1体紹介させていただいてるんですが、これなんで入ってんだろうなと見てて今思ったんですが、あざけるエルフという知らないカード知らないカード、知らないカード、オンスロットですね知らないカードなんですよね、完全に1マナの01のエルフなんですけど、あざけるエルフをブロックできるクリーチャーはそれをブロックする、つまり殴りに行って他は全部ブロックできないですよ、カードなんですが、でもこれ多人数戦なんで、一人のところに殴りに行ったらその人はこいつブロックしますが、他の人はブロックできるようになっちゃうじゃないですか、と思うじゃないですか。ただ思想デッキなんで、このベイルスパリテルが出てる状態で他の人は殴ってってブロックできるクレイチャーなんて1体ぐらいなんですよ。なんでブロックできる人にこいつ殴りに行って、あとは全部アンブロという形になります。なるほどね。はい。なんでいいかなっていう。あとエルフだしエルフかさ増し、おしゃれ枠ですかおしゃれ枠、おしゃれ枠なんだそれって絶対言われますよこれ。絶対言われます、絶対言われます。あとなんかいいと思ってくれたカードティームさんが一応エルフデッキっぽいんでね、紹介させて、あくまでっぽい、で種族王って一応クリーチャー一定枚数以上入れる必要があるから、レギュレーション上、だからコンバット発生するよなと発生すると、いうところに着想を得たカードなんですが、ガラズリムの待ち伏せというカード、新しいカード知らないございまして、これは緑1の不特定さんの4マナでインスタントで、まず緑の11のエルフ戦士クリーチャートークンを X タイプで出します。 X タイプ、X は攻撃クリーチャーの数に攻撃クリーチャー、エルフじゃなくてもいいけど攻撃クリーチャーだと、攻撃クリーチャーの数に等しいです。このターンエルフでないクリーチャーが与える全ての戦闘ダメージを軽減するという呪文です。なるほど、エルフのダメージは軽減しないけどエルフのダメージだけ与えられることができる。いや、かなりいいですね。だから一応基本的にはぶん殴られてきたらフォグ的に使うと。なるほどなるほど。ついでにエルフでないクリーチャーのダメージが軽減されるんで、ブロックして打ち取れる。なるほどなるほどなるほど。だし、なんかワンちゃん自分のエルフのクリーチャー多いんだったら、殴りに行って殴りに行ってね、なぜかエルフ増やすという、なるほどなるほど、謎のムーブを取ることも一応可能です。いいですね。これはね、即採用になります検索でリザームギルトの検索かけてたんで、新しいカードはね引っかかりませんでしたいや引っかかるんじゃないかな。いや、エルフでね引っかかんなかったんですよね。だから気づかなかったっていう。クリーチャータイプの方で検索したからじゃないですか。そうかもしれないですね。エルフって文言でも検索したはずなんだけどな。そんな感じですかね。このデッキ一つ重大な欠陥がありまして、洋ランが必要です。あれ洋ラン、洋ラン持ってません。洋ランのあるなしはちょっとデッキファンに差が出ちゃうんです。出ちゃいますが、洋ランがあったらね、溶鉄の災難いくらで打てるんだっていう。そんな高コストで打つ必要ないでしょ。溶鉄の災難か、そりゃそうだ。溶鉄の災難ね、やばくないですか。そりゃそう。いくらで打てるんだってことになるじゃないですか。そうね。洋ランあった方が。そうね。いやもうそうしたらしょうがない。ジェネリック洋ラン入れていただいて。ジェネリック洋ランは
入ってます。一応演技部の演歌のまあ必要ですが、どっちにしろ出れなかったんでまあとりあえず僕の1回目の挑戦は0回戦敗退になりました次はもちろんベスト8を目指したいですけどね、また0回戦敗退の気配がしてますで一応出たいということをアピールしつつでかい規模で開催してくださいというお願いをしながらこの動画締めさせていただきたいと思います、今回の動画は以上になります。おしまい。